断る時とか口癖のように忙しいを言い訳にしないということです。ハロー、今日も可愛く賢く生きる嬉野美です。今日は賢い女性たちが決して他人に喋らない3つの話についてお話ししたいと思います。これを知らないと正直めちゃくちゃ損です。仕事がなくなったり信頼を失うかもしれません。ということで最後まで絶対に見てください。周りから信頼される人、本当の意味で賢い女性たちが普段から行っていることを今日は包み隠さずお話ししたいと思います。それでは早速、賢い女性が他人には絶対喋らない話、1つ目は不幸話です。自分の身の上に起きた不幸話をなんでするんですか？何がしたいんですか？同情してもらいたいんですか？正直言うと不幸話はあんまり人にしない方がいいんですよね。家族とか恋人とか信頼している人以外他人に絶対に喋んないでください。なぜならあの人は不幸な人だとそういったイメージを与えてしまうと、ほとんどの人は自然とその人と次回から会うのをやめたくなります。なんかこれひどいって思うかもしれないんですけども、人間の心理です。でも辛い過去とか見せたり、そういう試練とか泥臭いストーリーに人は共感するから親近感が湧いて好きになってくれるんじゃないのって思った方もいるかもしれません。その通り、ストーリーに人は共感します。ただ人の心が動かされるストーリーにはですね、必ず起承転結があります。例えば昔自分は過去にこんなことがあって今は乗り越えましたって話とか、あの時は本当は辛かったんだけど今はハッピーなんだよねって語れる、そういった笑いとか教訓に消化できる話が人の心が動かされるストーリーです。例えばシンデレラの話、皆さん知ってますよね。貧しくて苦しい母と姉たちに毎日いじめられて辛い、そんな話を永遠として話が終わったらどうですか？これはいいストーリーだと感じますか？何よりその話を見て聞いて感動しますか？勇気づけられますか？もう一度その作品を見たいと思いますか？おそらく思わないと思います。これがさっき言った起承転結の部分です。ただの不幸話はかわいそうだと思われるだけですし、そんな不幸話を聞いてかわいそうだからなんか助けてあげよう、そう思ってくれる人って本当に一握りです。今私は不幸なんですと、そういった類の話は他人にですねベラベラ喋らないこと、それを聞いたら多くの人はもう一度その人と会いたいと思わないということです。私は昔学生起業した当時ですね、従業員を10人ほど抱えていました。なかなか売り上げが上がらない苦しい時期っていうのもあったんですよね。そんな時に社員の誰かにそういったことをポロッと喋ってしまったんですよ。ちょっと辛いというか愚痴みたいな感じで。そしたら会社中にあっという間に広まって、今この会社やばいみたいな、それで何人かに離れられちゃったみたいな、そんなこともありました。他にも例えば経営者とか成功者って運気をすごく大事にしている人が多くないですか？よく神社に行ったりする人とか魔除けとか金運アップの数珠とかをつけてる人も多いんですけど、そんな彼らにですね、よく私にはこんなことが起きているんですよ、運気が悪いんですよみたいな、そんな話をしたらどうなるって想像つきますよね。運気が悪いものを近くに置いておきたいとは思わないじゃないですか。運気を気にしている人たちは特にまだ親しい間からでなければ確実に距離を取られてしまいます。なので聞かれてもないですね、不幸エピソードをわざわざ話さないということが大事です。でも過去の話を聞かれてちょっと不幸なエピソードを話さないといけない、そんな場面もあるかもしれません。そういった時はちゃんとそれを自分の中で笑いとか教訓に消化している状態であり、成長のきっかけになったっていう風に語るってことが大事です。例えばあの時は本当ね大変だったんですけどおかげで今の自分があるんですよみたいな感じで、必ずポジティブな結末で終わらせるようにしてください。シンデレラを思い出してください。相手に希望を与える、そんな話し方を心がけることが大切です。続いて賢い女性が他人には絶対に喋らない話、2つ目は忙しい話です。これはたまに自分がいかに忙しいかを自慢げのように話す人がいるんですけれども、それはですね本当にもったいないですし、本当のできる人は忙しくないんですよ。仕事が早かったり仕組みを整えるのが得意なんで、忙しいって別にかっこいいことではないんですよね。本当に忙しい時ってもちろんあると思うんですけれども、ここで大事なのは何かを断る時とか口癖のように忙しいを言い訳にしないということです。そうなるとこの人は仕事ができない人なんだって思われちゃうし、忙しいから連絡するのはやめておこうというふうに自然と距離を取られてしまいます。これは本当に機会損失です。たまに忙しいけどこれくらい報酬を上乗せしてくれたらとか、そういった話す人がいます。忙しいっていう理由と報酬お金を関連付けるっていうことなんですけど、これは一番やってはいけないことです。なぜダメか考えてみてください。私の考えをですね話すと、それはですねこの人はお金でしか動かない人だとこういう風な印象を与えてしまうからです。信頼関係よりもお金を優先する人だという風に
思われると長期的な人間関係の構築ができなくなります。あとは賢く生きたいなら決してその場の時給だけで考えないでください。そうではなくて将来の時給お金を考えてください。これはちょっとテーマの話からそれるかもしれないんですけれども、その人との未来信頼関係の構築のためには必ず最初ギブしなければなりません。投資が必要ということです。ただ投資といってもそれはお金ではありません。例えば知識とか自分の労働とか自分が役に立つ信頼に値する人間なんだよということを証明すること、その行動が大事です。例えば起業したてで実績がない時っていうのは安くまたは無料で受けて当たり前です。私は昔ですね、19歳起業した時にインフルエンサーマーケティングの仕事をやっていたんですけれども、最初はやっぱり自分が何の実績もない時は相談も提案もキャスティングも全部無料で行ってました。そうやって信頼を獲得してようやく仕事を任せてもらえるようになりました。売上を上げるとそういったことは簡単なことではありません。常に売上仕事は信頼の上に成り立つんです。ですから信頼されていないのに自ら勝手にベラベラ営業しないでください。忙しいけどこれくらいならやりますとかお金だけ提示して営業なんてすれば賢い人には見透かされて嫌われます。ちなみに私はですね、余談なんですけど、当時平日は大学に行って休み時間に面接したりとかクライアントとかモデルとかインフルエンサーからのメッセージに答えたりして夜までに課題を終わらせて、夜は12時まで会食して、その後岩盤浴でオールして、また翌日朝から大学で授業みたいなそういった毎日を過ごしてたんですよね。当時の私は本当冴えない学生で何も実績がなく人間で実家からも追い出されたわけですよ。ですから起業して最初の 1,2 年っていうのは頼まれれば自分ができることっていうのを何でもやりました。ですからまずお金を稼ぎたいなら最初からお金を集めるってことをしないでください。まずはあなたの信頼を集めてください。お金を稼ぐことができるのは信頼がある人間だけです。ちょっと話戻って、忙しいアピールの代わりに何と言えばいいのかというと、ありがたいことに仕事が増えて毎日充実しててとか、そういう感じでポジティブな表現に変えてください。あとは時間管理が上手だということをさりげなくアピールすることで、この人は仕事ができる、そういった印象を与えることができます。そして最後、賢い女性が他人に絶対に喋らない話、3つ目は自分を落とす話です。例えば聞かれてもいないのに私はバカですとか、私は何をやってもできない人間でパソコンすら使えないんですとか、これはですね、まさに例えるならせっかく綺麗に咲いた花を自分の手で踏み潰してしまうような行為です。誰かから教えを請う場合とかコンサルを受けている、そういった時ならいいんですけど、普段の他人との会話がこれから仲良くなりたい人の前でわざわざ言わないでください。聞いてもないのに自ら自分の無能さを告白すると本当のバカになってしまいます。そしてですね、それを聞かされる立場もなんて答えたらいいかわからないんですよ。例えば分かりやすい例で話すと、婚活パーティーで素敵な男性と出会った女性がいきなり私料理できないんですよ、掃除も苦手で本当にダメ女なんですって言ったとしますよね。謙遜のつもりで言ったとしても、そしたらでも相手の男性はあ、そうなんですねとしか言えないですよね。それが笑える話とかだったらいいですけど、イメージも悪くなっちゃう。しかも何もそこから発展しないです。すごく生産性のない時間がそこに爆誕します。でももしですね、そんな自分の弱みを話さないといけないこんな機会があったら、具体的にどんな感じで話せばいいかというと、私パソコンが全然使えないんです、本当にバカでとかじゃなくて、パソコンが使えないんですけどこれから勉強したいと思ってて、将来的に〇〇を目指したくてみたいな感じで、これから挑戦したいっていう成長意欲だったりですとか、他にも褒められた時に謙遜する場合は、いやいや私なんて何の取り柄もない人間なんですとかじゃなくて、まだまだ未熟者なんですけどおかげさまで少しずつ成長できてますみたいな感じで感謝の気持ちを表現することです。自分を下げるのではなくて、挑戦意欲とか周りへの感謝を示すことが大切です。ということで今日お話しした内容いかがでしたでしょうか。賢い女性が他人には絶対に喋らない話。1つ目、不幸話。もし不幸話を話すときは必ず笑いや教訓をセットに、成長ストーリーにフォーカスすること。2つ目、忙しい話。でももし忙しい話をするときはこれは充実感とか成果にフォーカスするように。そして3つ目は自分を落とす話です。もしでもそんな話をするときは成長する姿勢ですとか未来にフォーカスするということです。まとめると、わざわざですね余計なことを話すなってことなんですけれども、自分の価値を下げるようなそういった自己卑下の言葉を使わないということです。言葉にはすごく大きなパワーがあります。だから自分が発した言葉っていうのは相手だけじゃなくて自分自身にも影響してくるんですよね。ということでこれらを
意識するだけで自分の価値はぐっと上がるし、周りとの人間関係も劇的に改善されるはずです。ぜひやってみてください。皆さんもコメント欄で日々こんなこと気をつけてるよっていうのがあったらぜひ教えてください。そして可愛く賢く生きるということで、この動画が役に立つと思ったら高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。マインドコラム、ビジネスコラムも公式 LINE で無料配信中です。ぜひゲットしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。